あ、キツネだ。見ましたか？この辺りは緑が多いから結構ウサギやキツネがいるんですね。フォーセールか。立派なお屋敷ですね。どんな人が住んでいたんでしょうね。フェンダースだよ。は？半年前までここはフェンダースという伯爵の持ち物だったんだ。その伯爵、どうしてこんな立派な屋敷を手放したんでしょうね。もともとその男はこの屋敷を守っていける器ではなかったんだ。彼は全てを失った。そう、全てを。フェンダースさん、 WBS 映画のプロデューサーから作曲依頼の国際電話がかかっていますが。断ってくれロージー。秋までスケジュールがいっぱいなのは知ってるだろう。はい、わかりました。今の曲、可愛らしいメロディーですね。私の曲じゃないんだ。死んだ母の作った唯一のオリジナル曲でね、作曲に行き詰まってイライラした時に弾くと落ち着くんだ。へえ、お母様もピアノを弾かれたんですか？母は派手な社交より一人でいることの方が好きだった。よくニレの木の窓辺でピアノを弾いてた。私が曲を作るようになったのも子供の頃からの母のあの単純なメロディーを聴いていたせいかもしれないな。なるほど。幼き日の母のメロディーが今や超売れっ子作曲家のロバート・フェンダースを作ったってわけですね。2つ3つ曲が当たったばかりにこの忙しさだよ。1年前はデモテープを手に売り込みに走り回ってたというのにな。で、お願いした調査の結果を伺いましょう。はい。まずフェンダース卿の破産の原因ですが、引き受けた保険金の支払いに全財産を当てざるを得なかったのです。まさかそんなことで破産にまで追いやられるのか。親父がロイズの保険引受人をやっているのは知っていたが。ロイズは普通の保険会社と違います。引受人にさまざまな保険取引の場を提供する企業なんです。端的に言ってしまえば、保険金の支払いに対してはあくまで引受人個人が無限の責任を負うことになっているわけです。ところがここ10年、天災人災が重なったでしょう。ロイズの赤字も膨らんで支払いのできない引受人が出るようになりました。お父様もその一人です。貴族の体面を重んじすぎて無理な額を引き受けたに決まってる。自業自得だよ。父親の破産を喜ぶ息子は珍しいかな。ああ、いえ。私は10年前あいつに感動された身だ。で、親父はどうしてる？どうせ往生際悪く金策に走り回っているんだろ？いいえ。フェンダース卿は毎朝10時に身を寄せているあなたの妹さんのところを出て、
以前の屋敷の前に行って座っているんです。屋敷の前に座って。それで？それだけです。まさかあの親父が何の手も打たずにいるなんて、私には信じられないね。まさかこんなことが。ああして日暮れまで座ってるのか？ええ、私が調査したこの1週間ずっと同じです。お会いにならないんですか？その気が失せたよ。親父のあんな姿を見たらね。俺が憎んできた親父はあんなんじゃない。やめてお父さん。黙れ。くだらん曲作りなんかにうつつを抜かしおって。僕の曲を、僕の楽譜を。いいかロバート、よく聞け。作曲家になるなんてバカな考えは私は許さん。お前の進むべき道はただ一つ。フェンダース家の名を担うに足る男になることだけだ。死んだ母さんの形見だからあのピアノを置いておいたが、これ以上お前が音楽にうつつを抜かすようなら処分する。お前は男だ。フェンダース家を継ぐ男としてやるべきことは山ほどあるはずだ。本を読め、馬に乗れ、剣を振り、体を鍛え、精神を養え。立ってこの木を見るんだ。この木はどんな大風や雪にも耐え、何百年もフェンダース家と共に立ち続けてきた。お前もこの木のように、そしてフェンダース家の代々の当主のように、どんな困難にも立ち向かえる男になるんだ。見ろ、この木を見るんだ、ロバート。親父は相変わらずですか？ええ、ずっとあの調子です。親父は木を見に行ってるんだ。は？かって屋敷の庭に立っていた2例の巨木さ。妹の話では破産の直前に落雷で真っ二つに折れてしまったそうだが。ああ、店のおごりです。有名な作曲家ロバート・フェンダースがこんな店に来てくれただけで光栄です。よせよバロン。2年前まで私はここで客のリクエスト曲を弾いて生活費の足しにしていたんだ。でも今は大成功ですね。いつまで続くか分かったもんじゃない。現に今私は作曲への情熱を失いつつある。え？書けないんだよ曲が。旋律が浮かんでこない。そんな、疲れてらっしゃるだけですよ。売り込みに何度も失敗しくじけそうになった私を、それでもなお作曲に駆り立てたのは親父への憎悪だった。忘れもしない2年前のあの夜、父は突然私の部屋に現れた。親父。随分と裏ぶれたもんだね。どうした？続けろ、作曲とやらを。どうせ売り込みに行っても誰からも相手にされないゴミのような曲だがね。
壊れた洗濯機の音の方がまだマシかな。さて荷物をまとめろ。感動を解いてやる。ドブネズミみたいな生活をしてみて私のありがたみがよく分かったろう。まあ道楽でピアノを弾くぐらいは許してやるさ。どうだ、無能な作曲家には破格の待遇だろう。怒りだ。父に対する真の怒りが私を作曲に駆り立てた。私は夜も昼もなく作曲に打ち込み、そして成功した。しかしその時親父は破産していたんだ。私はそれを知り、この時とばかり親父を笑ってやろうと思った。勝ってバカにし続けた息子に敗北し、悔しがる父の顔を見てみたかった。しかし今の父は怒りも悔しがりもしないだろう。あの親父が傲慢で尊大でいつも絶対の自信に満ちていた親父がただの気弱な老人になってしまったんだ。憎しみだ。私には憎しみが必要なんだ。私を作曲に駆り立てるあの憎むべき親父はどこへ行ったんだ。ヒートンさん。憎しみだけでしょうか。憎しみだけがあなたを作曲に駆り立てていたんでしょうか。まあいずれにしろあなたの作曲活動には以前のように憎むに値するフェンダース教が必要なようですね。お久しぶりです、フェンダース伯爵。ああ、グリーンパークさんか。伯爵、この間差し上げました手紙のお返事を伺いに参りました。どうか私たちのシンジケート、保険引受人組織に力をお貸しください。私は破産したんだよ。私たちは伯爵の資金を当てにしているのではありません。必要なのは長い間ロイズの引受人を続けられたあなたの知識と経験なのです。グリーンパークさん、せっかくだがお断りするよ。今となっては私にはビジネスをやる力などないんだよ。あのニレの木と同じだ。年老いて雷に打たれ無残に折れてただ惨めな姿を晒している。もう二度と惜しく立つことはないんだ。二度と。伯爵はすっかり変わってしまわれた。全くもって気力を失われている。やはりダメでしたか。もしかして資金提供を条件に私がお願いしたということを見抜かれたのでは。いいえ、それはありません。とにかく再起は難しいでしょう。お父様は自分を折れた木に例えておられました。父をあんな木と一緒にしないでくれ。親父は折れた木なんかじゃない。そうであってたまるか。その通りです。でもお父さん自身が自分をあの木と同一視していることは事実です。フェンダースさん、あなたの手であの木を蘇らせてみませんか。何をバカだ。雷に打たれて折れた大木をどうやって。あなたにしかできない方法があるでしょう。グリーンパークさん、あなたの申し出はお断りしたはずだが。まあそれはそれとして、どうぞ
ビールを一杯お付き合いください。皆さん、本日は素敵なゲストを迎えています。ミスター・ロバート・フェンダース。一曲お願いします、ミスター・フェンダース。ロバート。では一曲、これは皆さんおなじみの私の曲ではなく、と言っても新曲ではありません。古い曲を私がアレンジしたものです。ではお聴きください。可愛らしい曲ね。素朴なメロディーだな。どこか懐かしいような。この曲は。結局親父はまた今日もニレの木を見に出かけたのか。私のピアノは何の役にも立たなかったってわけだ。残念です。惨めなものだな。これが偉大なる貴族の慣れの果てか。傲慢で尊大でいつも自信に満ちていたあんたはどこに行っちまったんだ。悔しくはないのか。不肖の息子に笑い者にされているんだぞ。昔みたいに俺を罵ってみろ。俺が憎んできた親父はそんなやわな男じゃない。親父はあの曲を聴くうちにこのニレが元通りに立っているように思えた。しかしやはり折れたままだ。折れた木が元に戻るはずがなかったんだ。父さん。だが春なんだな。思わぬものを見つけたよ。新芽だよ。たとえ折れて焦げていても根は生きていたんだ。私はグリーンパークの申し出を受けるよ。フェンダース家を再興するためにな。ただしお前の資金援助などいらんぞ。それとあの曲は母さんが作ったものだ。早くあれを超える曲を作ってみろ。お前などまだまだだ。
れきっても声も出ないほど自分を切り裂くことはないよ。あなたは In my mind ため息こぼす僕に何も言えない君音のないテレビを見つめて坂道登ることに迷いなど感じない時が過ぎる限り僕らは強くなれる。愛の形は人それぞれに違いがあり、時として異質なものと感じることがある。たとえそれが愛し合う男女の間であったとしても、女は愛するがゆえに行動し、男は愛するがゆえにその言葉を口にした。そして起きてしまった悲劇、それは愛するがゆえ。次回バラの館。